高校を中退したら再入学は難しい？中退後に高校卒業を目指す方法。高校を中退した結果、就職面などで苦労した、中退を後悔している、そんな人がいるかもしれません。今回は高校を中退してしまった人が高校卒業を目指す方法について解説していきます。まず前提知識として、転入、編入、再入学の違いを把握しておきましょう。転入とは、空白期間を設けずに在籍していた高校と別の高校に転籍することを指します。一方、編入とは、退学などをして一定の期間が空いた状態で別の高校に途中から入学することを指します。そして再入学は、一度退学した高校に再度入学することを言います。再入学を行うには、以前在学していた高校が受け入れているかが重要になります。受け入れ期間が退学後1から4年以内などの制限がある場合もあるため、再入学は早い方がいいでしょう。なお、再入学の場合は一度合格しているということから、面接と作文などで入学できる場合が多いようです。過去に在籍していた高校が再入学を受け入れていない場合や、受け入れ期限が過ぎていて再入学できない場合は、別の学校への入学・編入を目指すことになります。全日制高校、定時制高校、通信制高校、それぞれ特徴が異なりますが、全日制高校へ入学・編入するのはかなり難易度が高いのが現状です。また、定時制も入学試験があったり、入学可能な時期が定められているため、人によっては難しい場合もあるでしょう。そこで、一度高校を中退している人におすすめなのが通信制高校です。通信制高校は登校日数が少ない、学年制度がないことが多い、必要な単位を取得すれば卒業が可能という特徴があります。これにより、中退により学校生活に不安がある、周囲との年齢差が気になる、留年になりたくないといった方にも通信制高校が選ばれているのです。ここまで再入学や編入・入学には通信制高校がおすすめという話をしてきましたが、実際中退後に編入や再入学は必要なのかと思う方もいるかもしれません。しかし、高校を卒業すれば最終学歴が中卒ではなくなる、進学先の選択肢が広がる、就職先の選択肢が増え、収入が増えるということにつながっていきます。高卒認定試験に合格し、高校卒業と同等の資格を得る方法もありますが、最終学歴は中卒となりますので注意が必要です。高校を中退しても高卒資格を得るには様々な選択肢があります。諦めずに自分に合った方法や学校を見つけて、高卒資格の取得にチャレンジしてみてください。